皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、日本人の多くが無知や無関心状態にあることによって、いよいよ危機的状況に追い込まれてきていることについて触れていきたいと思います。前の動画でも紹介しましたが、2024年5月に国境なき記者団によって報道の自由度ランキングが発表され、その発表によると日本の報道の自由度ランキングはなんと70位で、G7 の中で最低となっています。ちなみに昨年は68位だったということで、さらに状況は悪化してきていると言えます。国境なき記者団は日本の現状について、政治的な圧力などによってジャーナリストの役割を頻繁に妨害されていると批判しておりますが、少なくとも日本の主要メディアの現状は自ら進んで報道しない自由を行使し、国民に伝えなければならない事実を伝えていないということが問題になっていると思います。より深刻なのは今年の秋から始まる新たな液体の危険性は、専門家の中でも強く警告を発しているにもかかわらず、そのような事実は全く報道されていませんが、さすがにもうこういった異常な状態を理解しなければ、文字通りこの世から消されてしまうことになります。この動画によって、今私たちが置かれている状況がいかに危機的であるかということを理解するためにお役立ていただけたらと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、直近で起きているアメリカ元大統領に対する狙撃未遂や東京都知事選などのマスコミ報道に違和感を感じている方はどのくらいいるのでしょうか。2024年10月から始まる新たな液体接種によって、どれだけの悲劇が生み出されることになるのでしょうか。今年登場する新作は、前回のものとは次元が違うほど恐ろしいものだということなのですが、おそらく前回の騒動の事実があったにもかかわらず、一定数の人たちが今回もまた新作も受け入れることになると思いますし、より多くの不幸が世の中に作り出されると思います。このテーマを扱うのは非常に危険なのでこのくらいにしておきますが、今年の後半からはアメリカで大きな選挙が控えていますし、日本においては先ほど言った新作が登場します。そのようなことが影響しているのか、最近の言ってはいけない規制の激しさは目に余るものがあります。この動画を作成しようと思ったのは、つい1週間ほど前に YouTube からポリシー違反として、2年近くも前にアップロードしていた動画が削除されて情報発信活動が止められたことと、今年の秋から始まる液体の接種がいかに恐ろしいものなのかという有識者の警告があるにもかかわらず、主要マスコミは一切ジャーナリズムを発揮することなく、疫病感染拡大を煽っていることに怒りを覚えたからです。このままでは日本人はモルモットとして処分されていく未来が確実になってしまうと思います。冒頭でも言った通り、日本の報道の自由度は恥ずかしいほど低いものとなっており、それらの事実は国民に対して特に隠すこともなく普通に主要メディアでも扱っています。ところが、そのことがいかに異常事態であるかということも議論されることもないという事実からは、いかに日本人が平和ボケしているかを伺い知ることができます。少なくとも私の周囲の人たちにはこれがいかに異常なことなのか理解している人は皆無だと言っていいのではないかと感じています。どなたかが言っていましたが、メディアの偏向報道や捏造報道については、耳に入ってくる情報として違和感を感じることができるわけですが、問題はメディアが何を言っているかというよりも、何を言っていないかが重要な意味を持つと思います。そして今のネット環境では、メディアが発信していない情報を扱っている動画の削除や、アカウントの削除が激しくなってきています。これは特に日本で激しくなっているように個人的に思っているわけですが、もしかすると被害妄想なのかもしれません。このようなことを思うのは、情報発信をしている側だからこそ感じることができることだと思います。何の危機感も感じていない人にとっては、いつもの朝を迎え仕事に行き、そして仕事帰りに居酒屋によって気持ちよく酔っ払って一日を終えるという平和な生活を送っていることと思いますが、一方では迫り来る危機に対しては全くの無警戒状態にあると言えます。このような状態に陥っている背景には、ろくでもない輩たちによって戦後からずっと長い時間をかけて行われてきた愚民政策、洗脳工作の効果が現れてきているのだと思います。2023年10月14日に発行されたメディアに関する世論調査が非常に興味深いと言いますか、めまいがする内容ですので紹介しておきます。この調査は、公益財団法人新聞通信調査会という組織がまとめたものであり、その内容の真偽はともかく、一つの目安として参考になると思います。
この資料の冒頭からめまいがすることが記載されておりますので読み上げてみます。各メディアの情報をどの程度信頼しているかを全面的に信頼している場合は100点、全く信頼をしていない場合は0点、普通の場合は50点として点数をつけてもらったところ、新聞は 66.5 点と前回調査より 0.6 点低下し、僅差で NHK テレビに続いた。NHK テレビは 67.0 点で 0.4 点の低下、前回調査 67.4 点、民放テレビが 61.8 点で 0.3 点の低下、同 62.1 点、ラジオが 55.2 点で 0.1 点の上昇、同 55.1 点、インターネットが 49.5 点で 0.6 点の上昇、同 48.9 点となったとあります。新聞への信頼度が 66.5 点、NHK への信頼度が67点ということが統計として出ているわけですが、本当に驚きしかない数字です。そういえば能登半島地震の後に食料備蓄などへの取り組みについてのアンケート結果が出ていましたが、約 70% の割合で備蓄をしていないか、あまりしていないと回答していました。たまたま似たような割合になっただけなのか分かりませんが、人というのは目の前で悲劇に遭遇しなければ学ぶことができないのでしょうか。この世論調査にはもっと興味深いことが記載されています。それは台湾有事における意識調査なのですが、日本が軍事攻撃を受けることに対して不安に感じている人が 78.5% ということで、去年よりも増えているということはその通りなのでしょうが、問題はその次です。中国が台湾を軍事的に攻撃するような事態になった場合の日本の関与について尋ねたことに対しての驚きの結果が、自衛隊は戦闘に参加しないが米軍に武器弾薬を後方支援するが 31.2% と単独の選択肢としては最も多かったのです。さらに在日米軍基地の使用を含め軍事面では一切関与しないが 26.9%、 日本にある米軍基地からの米軍の戦闘行動のみ容認し、自衛隊は一切関与しないが 23.3% を合わせると8割が自衛隊の参加に否定的で、自衛隊が米軍とともに中国軍と戦うはたったの 13.3% にとどまったといいます。つまりアンケートに答えたご覧の人たちの8割が台湾侵攻の次のターゲットが日本だという認識があるのかないのか分かりませんが、自衛隊の関与を否定しアメリカ軍に任せるという意識を持っているというのが実情となります。もしかすると日本への侵攻がないと考えているのかもしれませんが、いずれにしても他人事だと考えているのかもしれません。アメリカとの関係には日米安全保障という取り決めがあるから、他国からの武力侵攻があった際には助けてくれると多くの方が考えているかもしれませんが、そのアメリカの議会ではそんな雰囲気ではありません。自分の国は自分で守るのが当然だろうと考えている議員が一定数いると思われますし、そもそもアメリカの若者が日本を守るために命を落としてくれると考えている方が能天気すぎると思います。逆の立場で考えたら分かりそうなものです。間もなく終戦記念日を迎えますが、長崎と広島に落とされた原爆は一般的に言われているような終戦を早めるためにやむを得ず投下したものではなく、ただ実際に原爆の効果を得るための実験だったことが分かっています。結果的に2発の原爆投下で済みましたが、他にもあと6カ所原爆投下する予定もあったというわけですから、人間とは本当に恐ろしい存在だと思います。そのような人間の所業とは思えないことがなぜ行われてきたのか、なぜ行うことができたのかという現実を学校では教える必要があると思いますが、それらの事実を多くの国民に知られると都合の悪い勢力があるから隠されますし、最近特に厳しくなっている発言内容の規制は、今年の秋に行われる新作発表と実施に対していかなる邪魔も許さないという悪の意識を感じてしまいます。いかがだったでしょうか。新聞やテレビなどの既存のメディアに対する信頼度は依然として高いままだということに驚いたのではないでしょうか。この統計自体の信憑性がどこまであるかは分かりませんし、個人的には疑っていますが、仮に鉛筆なめなめしたとしても全体の 70% 近くの人たちが既存メディアを信頼しているというわけですから、本当に恐ろしい話だと思います。繰り返しとなりますが、メディアによる嘘報道、変更報道は私たちがそれを聞いて是非を判断できるからまだいいとして、本当に重要で恐ろしいのは彼らが何を言っていないかだと思います。幸いと厳しい規制の中でも真実を発信している多くの有識者の方々がいらっしゃいます。その方々の情報に触れ、今後私たちに降りかかってくる多くの災難を察知し、対策していくしか自分自身や家族を守る方法はないと思います。
今政府も誤情報やフェイク情報を取り締まるための法整備を整えつつあります。口実としては、東日本大震災などの災害発生時に流れるとんでも情報が被災地を混乱させるからというような誰もが反対できない大義名分を掲げていますが、実際の狙いはそれだけではなくて、彼らがこれから国民にやろうとしていることに対しての暴露情報を規制する、もしくは情報発信者を抑え込むことができる法的根拠を整えていると解釈した方が良さそうです。ろくでもない輩たちは本当に悪知恵が働きますし、資金力も十分にあります。そして優秀な科学者や心理学者の頭脳をフル回転させて先手を打ってきます。私たちのような普通の庶民が太刀打ちできる相手ではありませんが、これも何度も言っている通り、彼らは圧倒的少数派ですから、圧倒的多数の平和を望む私たち庶民が、自分たちはずっと騙されてきたし、今も騙されていることに気がつけば体制はひっくり返ると思いますし、それが起き始めていると思います。これから起きる大難を小難に変えられるかは私たち自身にかかっていると思います。共に頑張って生き延びていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。